こんにちは。大工の白山です。今回はこの1階の床張り、まずこの和室の敷居を入れて、玄関の上がりがまちを入れて、そして1階の床を全部張っていきます。また床張りです。床張りはもう何回も見てもらったと思うんですけども、床張りやっていきます。根田だるきはもう前日に売ってあるんですけども、まず和室との境目の敷を入れていきます。この敷はこのヒノキの三本溝です。溝はついてあるんですけども、最初は縦運を作りません。和室とこの今との境は仕切らずにオープンで使うそうです。そして何年後か後にこの縦運を作って、ここが寝室になるそうです。ですから前もって溝はついておきます。もちろん鴨居も溝をついておきます。和室の敷居は床を張る前に入れる場合と床を張った後から入れる場合と2通りあります。今回は床を張るまでに最初に入れます。畳の高さと床の高さがバリアフリー、ほぼスライチですね。ということはこの敷に対して小穴がもう少ししか残りません。ですから後入れにした場合、下でもし空間が空いた場合は4ミリの小穴が割れてしまう可能性があります。ですから先に入れてやって、もう絶対に動かないようにきちっと敷を止めてやる。その方がもう後々狂いはありません。ペーパーで削る。これが一番減らんやろな、消しゴムが下に。この和室の入り口の敷で4ミリの段しか取ってありません。今はもちろんバリアフリーのスタイルになってますから、段は少なくなっていますけども、自分らがこの大工するまでは本当にこの55ミリの敷1本、もしくはもう120から150上がった古い家もありましたね。で、自分らが習った時は30ミリの段をつけて床を下げました。でも後々何十年か経ってリフォームする場合は、フラットの場合ですともうこちらの床を必ずめくってやり替えなければならない。リフォームするときは段がついてた方が楽です。でも今はどこにもけつまずかずに通れる。それがバリアフリーのスタイルですから、小さな段で家中がフラットになってます。そして奥さん方の一番いいのがやっぱルンバでしょうね。ルンバが家中踊り回ってくれます。では敷を入れてきます。今回は両方とも芋付けで入れてきます。目地はつけてありません。割れる可能性がある。最初に根田を打った時にもう敷の厚みきちっと測ってトレーナー通してきてあります。胴突きの布付け仕事は手抜いたように見えますけども、なかなか止めるのは難しいです。でも目地と違って微調整が効きます。しっかり止めてやれば正確に止めることができます。切れ端をこう置いてやって、根田の方からしっかりとピースを揉んでやります。そうすることで根田と敷は完全に一つの木になります。化粧の縦枠部分も床の厚みで書いてあります。敷の小穴が通るのと一緒な理屈ですね。少し面倒なんですけど、これを書くことで床を張るときにうんと楽になります。なんとか。そして家全体の床の割り付けをします。もともと根田を打った時に玄関の位置を決めてあります。でも床を張り出すのが玄関がちの方から張りません。かまちの方は後になります。ですからもし玄関のところで3ミリでも届かなかったら大変なことになりますし、1センチぐらい保険をかけて張るつもりなんですけども、実際2階が床張ってあります。張ってある板の上で割り付けをします。ごっすんごぶ。はい。
では床板を切っていきます。この床板はヒノキの節ありの 30mm です。長さは2軒あります。ですから今の広いとこは2軒で届きます。大変嬉しいです。なかなかねこれ1枚で届く床って本当にこの木材使うときはついていかないと嬉しくなりますね。まずサッシの吐き出し部分の張り出しからやっていきます。家全体の割り付けをしてありますから、それに基づいてサッシの張り出し部分の板を割っていきます。この最初の寸法取りが狂いますと張り出しが曲がるってことですね。張り出しが曲がりますと最後まで曲がります。曲がった床はなかなかまっすぐには直せません。ですから最初だけは慎重に寸法を取っていきます。張り出し部分の段取りができたので継ぎ手なしの1枚で貼れる部分の材料を一度に切ってしまいます。床板の切れ端は薪ストーブ行きになります。ストーブで燃やすのはヒノキの床材か売ってあるヒノキの根太材が一番燃え入れがありますね。いつも米袋に入れてるんですけどもすぐみんな持ってってなくなりますね。刃きを上から止めるときに目地のメンタ部分にビスが入ってしまいます。ですから寸法は小さいんですけどもこの部分はじっと足しておきます。まず1枚目から留めていきます。寸法は長い板をまっすぐ通して寸法を開ってきちっと切ってあるんですけども1枚目を揉む時に力いっぱいビス揉みますと樹脂サッシ少し曲がって外へ出るようになります。ですからビスの効くだけの力で止まるようにビス穴部分をダボりしたような感じで揉んでいきます。そうすると無理やり斜めに動かずに定位置できちっとビスが効いてくれます。1枚目はきれいに通すんですけど加工板は必ず右左真ん中寸法が違います。ですから14、15枚貼りますと膨らむかへこむか右が出るか左が出るか必ず狂ってきます。ですから何枚かに1回は微調整してやってねできるだけまっすぐになるように貼ってきます。腫れた部分に養生して切り場を変えます。養生ボード今は楽になりましたよね。紙を圧縮してある材料なんですけどもこの材料は1回引けば反ったりめくれたりはしません。ですから動かない今使っているこれが一番楽です。昔は養生シート引そして畳のゴザを引きましたね。段ボールも引き詰めたことありますよね。最終的にこの養生ボードが少しお高くつくんですけども養生には一番適してますね。ここからは継ぎ手が入ります。2枚継ぎか3枚継ぎで貼っていきます。家自体が4軒ですから1軒のりゃんこ張りってことですね。あらかじめこの根段に継ぎ手の芯積みを打ちます。そしてもう一気に長さを拾ってカットしていきます。
床板の小口は、シャネは入りません。切っただけの本継ぎです。そしてその切り口も少しだけ斜めに逃がしてやります。綺麗に上までひっついてくれます。やはり継ぎ手で貼っていく場合も最初に切って貼り並べをします。Mの板に節はあるんですけども、それなりに合わせてみてね。そして貼っていきます。1枚で貼るのと3枚で貼るのでは継ぎ手で段はできますしね、なかなか色合いも揃いませんし、継ぎ手なしは楽ですよね。この現場も真ん中に1本だけ化粧の柱があります。今回はヒノキの角紋です。前回は丸かったのでリストラはしじくかったんですけども、今回は四角いってことでノコは入れやすいです。首切りも3枚4枚手前で仕事してやるのが大事ですね。普通でもこのしにくいのに深を1枚でも貼りすぎますと、もう本当に自分の体もいけなくなって取り返しがつかないようになります。首切りのノコなんですけども、このノコを入れるのが一番ノコ入れでしにくいですね。このノコ入れは絶対に一発で仕上げます。硬くなっても甘くなってもなかなか対処が難しいです。硬くなった場合のみで取ってもどうしても傷みますしね、板を叩いてへこめるか、甘くなった場合は下にくさびを入れて床を上に浮かす。とにかくこの仕事は必ず一発で仕上げます。では柱周りの部分を貼っていきます。柱を首切りしたということは槍送りで貼っていきます。槍送りもいろいろ形がありまして、小口に対して長さを槍送りする場合、そしてこの幅の方を槍送りする場合、今回はこの床の本体の目地の分だけ入る分だけ進ましておく。ですからなかなか寸法取りが難しくなります。思いっきり柱を描いてガバッと送ってしまえば簡単なんですけども、できるだけ描く寸法を少なくして、そしてこの板を入れていく。そこが難しいところですね。おお。これが入ればいい。OK やな。やっと玄関周りまでやってきました。玄関は幅1間です。玄関上がったとこも1間の3尺しかありません。最初に全体の割り付けをしてあって、玄関のこのかまちのとこで全体の幅を1センチ保険かけてありました。割り付けは寸法通りいってよかったです。おお。
では玄関ガマチを入れていきます。玄関ガマチは土台に45ミリほど引っ掛けます。土台にしか乗せるってことですね。上でドンとこう響かした時にどうしてもポンと響きます。土台に乗っていれば響くことはありません。材料は床と同じヒノキの4寸の5寸ですね。玄関ガマチ、木柄は小さいんですけども、色といい素直さといい、自分とはもう全く正反対ですね。素直な優しい木ですね。調子上げはかかってたんですけども、なぶってるうちに少し傷がついたんでカンナかけました。カンナの調子はもう一つだったんですけども、いい玄関ガマチですね。木材を貼る場合は床板と上がりがまちの面打ちは普通の建材のフロアよりは大きく取ります。どちらがどれだけ痩せるかなかなか見通すことができません。ですから少し多めにつけておきます。これも保険ですね。玄関がまちを温度とビスやいろんなもの使ってね、しっかりと固定していきます。今は横からでも上からでもこういう風にビスで留めれますから楽ですよね。では玄関がまちとの張り締まいの板を張っていきます。本当は玄関から張っていくのが一個張りの理想なんですけども、狭い一軒からなかなか広いとこまで通りを通すってこともできませんし、サッシで収まってこないのといろいろ都合があって玄関が最後になりました。厚みがあるのでこの斜めに落とし込むっていうのはなかなか難しいです。甘くなったらもう終わりですから、できるだけの硬い仕事で収めていきます。なんとか入っちゃいましたね。いいんじゃないですか。残りのキッチン部分とクローゼット部分を貼っていきます。クローゼットには点検口を取りました。そしてこの見える継ぎ手一直線はこの真ん中にキッチンが乗ります。
これで式を入れて上がり回しを入れて2日間床張りを見てもらいました。まだもう1日かかりますけども、また明日からやっていきます。以上、大工のしのやでした。